彼女たちは同一心です。詳しくは前回の動画をご覧ください。そして深みの聖堂とは彼女を封じるための場所でした。彼女が封じられた理由は悪い女だから。深みの封印者たる司教たちは長い時をかけてその役目を果たしていた。しかし深みの大主教の一人クリムトがその封印を解き放ち、そしてそれを女神と呼んだ。しかし長い時をかけて封印されていた彼女は果たして生きていたのでしょうか。カラカラに干からびていたかもしれませんし、もしくは生き物の形をしていなかったのかもしれません。そもそも彼女がイザリスの魔女なら混沌に飲まれ主人公に討伐されたりしていましたので、封じられる前に彼女はすでに生きてはなかったのかもしれません。そして逆に生きていたとも考えられます。彼女は犠牲の儀式を行い、あらゆる秘儀に通じるものであり、混沌という再生の母だからです。もしくはニトの力を求めた邪教の働きにより、彼女は不死の力を得ていたかもしれません。まあ神の生死を論じること自体が馬鹿げている気もしますが、ただ封じられていた彼女には魂が入っていなかったんじゃないかと思います。イザリスのソウルは使っちゃいましたからね。かつて彼女の封印を解いたクリムトは周囲から激しく怒られてしまったことでしょう。お前何してん？やろ別に。何せみんなで封じていたおぞみを勝手に解放してしまったのですから。なんで折り開けてん？おぞみどうすんじゃこれ。あれは女神や。あかんて。いけるよ。動かんし。まだ生きとる。みんな本当は好きやろ。もっかい封印しよう。ダメや。お前ちょっと。ではクリムトはどうしたのか。ふさわしい魂を求めたのです。おぞみを女神と呼ぶためのふさわしい魂を彼らは求めたのです。ゲルトルードは王妃の言う天使に見え、ロスリックに天使信仰をもたらしましたが、それはやがて異端とされ、彼女は大書庫の天上楼に囚われてしまいました。その天上楼へつながる入り口は天使兵たちによって厳重な警備がなされています。屈強な彼らは今も天使の娘を守っているのです。しかし肝心の彼女の檻の扉は全て開かれています。そして彼女自身も牢の中で朽ち果てています。それはつまり主人公よりも先にこの牢に入り込み、彼女を害した人物がいたということです。誰がそんなことをしたのでしょうか。動機を持つのはオスロエスでしょうか。ヨーウはシースの啓蒙を終えるためにサリバーン率いるイルシールと手を組んでいたからです。そして賢者の大半はイルシールからの刺客です。ロスリックの棺の邪魔をするためにヨーウと賢者は天使フラムトとその信仰の排除を試みました。しかし政治的弾圧で得られたのは天使を異端とし、その娘を幽閉するという決定であり、その信仰の火を消し去ることはできませんでした。ヨーウといえども公に彼女を処刑することはできないのです。とすればやることは暗殺でしょう。狩人は古くよりロスリックの黒い手であった山中に対抗し、また密かに敬するために代々の王たちは黒い手を頼んだのだ。あるいはオスロエス王もゲルトルードを消すためにそうしたのかもしれません。しかしその狩人の指輪を持つ3人のうちの1人がまさに大書庫の屋上で朽ちています。天使兵たちに返り討ちにされたでしょうか。黒い手による暗殺が失敗し、
困っていたオスロエスに対し助け舟を渡した者たちがいました。それは深みの聖堂というロスリックといるシールの連絡橋に潜むロザリアの指という闇霊たちの組織です。指の一人の男はロスリックの内部事情にやたらと詳しいですし、そこに至るための檻の鍵も持っていました。ロスリックに内通者がいるということなのでしょう。しかし黒い手でもしくじった彼女の暗殺を彼らにはこなせたのでしょうか。できたのでしょう。なぜなら彼らには暗殺にとても役立つ指輪が与えられるからです。実際大書庫の梁には天使兵の警備をかいくぐって侵入した者がいますからね。こうしてゲルトルードは殺められ、その魂を奪われたのです。魂を奪った理由はもちろんロザリアに与えるためにです。ロスリック王妃はグイネビアの系譜とされており、豊穣と恵みの女神に例えられています。であれば王妃の娘であるゲルトルードも当然神の血筋を引いていることになります。クリムトたちはロザリアを女神とするために女神の魂が必要だと考えたのではないでしょうか。すなわちグインの王妃の血を引く者の魂がロザリアのソウルからグイネビアの聖女たちに特別に与えられた奇跡が連成できるのはこのためでしょう。そしてその魂がわけのわからない形に歪められているのもロザリアのせいなのでしょう。ゲルトルードの魂を得た彼女は彼らの望みのままに動き出します。こうして女神を得た司教たちは暗く深い海のような彼女に包み込まれていきました。ただ彼はやがて何かに気がついたのでしょう。出会った頃のレオナールはロザリアの忠実な指でした。主人公が彼女に仕えるまでは確かにそうだったのでしょう。ショーテルを携えていた頃の彼は指を裏切った者を侮蔑し、駆けつきの彼は指である者を侮蔑するようになる。それは彼女の肉体を蔑み、彼女の魂を敬うことでもある。何せ別人なのだから。主人公の知らぬところで誰に何を聞いたのかは分かりませんが、彼が何かしらの真相を得たことは確かでしょう。故に立場を翻した。自らの子孫の魂を糧に生きたようにうごめいてみせるそれを彼は激しく憎悪した。そして再び彼女の魂と体を分離させ、その魂だけを連れ去った。そうしてグイネビアの血を引く彼女を幾当てのない女神を故郷へと導いた。こうして彼は女神の騎士となった。レオナールはもともとある王族の子弟であり、魔術と剣技はその修練であったという。彼は幼くして全身にやけどを負い、その顔は醜く焼けただれました。そして生まれ変わりを求めて旅をした。しかし彼はただれた顔を直したかったわけではないのでしょう。ロザリアに生まれ変わりを願うことはなかったからです。彼がやり直したかったのはその事態を招いた境遇、人生そのものだったのではないでしょうか。生まれだけは大抵の人は変えられるものではないですからね。
王族の指定という彼にとっては呪われた人生を捨て去るための旅。その果てに彼女に行き着いたのだとしたら、それは皮肉なものだったでしょうか。そしてゲルトルードもまたそうだったでしょうか。異国にて生を受けた彼女は、その血筋のために母と共にロスリックへ渡り、王妃の聖女として王族に名を連ねた。母の言う天使に見出され、光と声を奪われ、暗い陰謀に巻き込まれ、裁かれ、牢に吊るされて、挙句その魂を奪い取られた。そして最後はただれた肉塊にぶち込まれる。彼女の人生の中で自分の意志で選べたものはどれほどあるのでしょうか。王族によって人生を狂わされた者たち、彼と彼女はそういう意味で同じだったのではないでしょうか。そんな事情を知り、レオナールは彼女に自分を重ね、全てを捧げる覚悟をしたのかもしれません。あるいは彼もまた女神に心奪われたでしょうか。彼の覚悟がどれだけ見事であろうとも、その魂がどれだけ美しかろうとも、その結末は喜劇となるのでしょう。主人公がそれを奪い返しに来るからです。見てるよ。知ってのことか知らぬのか、主人公はその魂を女神へと届けに行くのでしょう。残された彼女の体にこれを戻せば、母は再び命を得、動き出すだろう。以前と何も変わることなく、こうしてこの舞台の幕は下ります。これは女神と騎士と聖女、そして主人公の鏡合わせの物語なのです。二人の女神が同一人物であるように、主人公あるいはプレイヤーも同一人物だったでしょうか。これできれいに鏡合わせということです。しかしそのストーリーはというと、ロードランのそれは女神に心を奪われた騎士が聖女の魂を奪い、主人公がその騎士を倒し、魂を聖女へと返す物語。ロスリックのそれは聖女に心を奪われた騎士が女神の魂を奪い、主人公がその騎士を倒し、それを女神に返す物語。実はこの2つの劇は結末が真逆なのです。それを示すように主人公の立ち位置も反対になっています。ロートレクとレオナールへの侵入はどちらも黒い瞳を通して行われますが、ロートレクに対する主人公は闇霊たちに裁きを下す暗月の復讐霊、すなわち青の霊です。しかしレオナールの前には赤の霊、闇霊として立ちはだかります。そしてレオナールの手にした駆けつきの刃は三日月、暗月のそれと同じなのです。だからこれは赤と青の対立の物語でもあります。しかし結局のところ、暗月の神が闇霊の神であるように、慈愛の悪心が赤と青の涙を流すように、寵愛のぬくもりがまるで原始であったかのように、彼女の手の中で踊っていたことを示しているのでしょうか。まあそんなことよりも、この劇中劇にはまだからくりがあるのです。実際の舞台でも役者変更やまたは演じる役が変更になることがあると思います。この鏡合わせの物語でも主人公の役が反転していたように、女神と聖女の立ち位置も反転していた可能性があります。アナスタシアとゲルトルードにはいくつか共通点が見受けられます。これが2つの物語を結ぶ動線になっているのですが、
実はロザリアもこれに該当しています。聖女たちと同じく彼女も檻にとらわれていたわけですし、そして舌を抜かれ声を失っています。あとは黒髪に隠されていて分かりませんが、あるいは彼女も目も光を失っているでしょうか。またクアトや修道女がそうだったように、彼女は聖女としての顔を持ちます。そしてゲルトルードは王妃の聖女であり、レオナールの女神でもありました。つまり彼女たちはどちらの役もこなせたということです。そしてレオナールはどちらの女神にも仕えていましたし、実際のところこの劇中劇の主人公だったのは彼の方でしょう。そしてロザリアに魂を返す主人公は実質女神の騎士と言えます。つまりそれが何を表すのかというと、なんと3の物語単体でも鏡合わせになっているということです。1をやっていない人でも鏡合わせを体感できるというフロムの素晴らしい配慮でしょう。どこまでも鏡合わせなこの物語ですが、だとすれば彼女たちにはもう一つ共通点があるのかもしれません。盲目の女性であるということは日守女たちが持つ共通点でもあります。フラムトの娘となったゲルトルードもあるいは日守女だったのかもしれません。そして何より彼女がです。では例によって共通点を見ていきましょう。日守女たちは他の日守女の魂を体内に受け入れ、それを引き継いでいきます。ロザリアも他者のソウルを動力にして動いていますので、似ていると言えるでしょう。日守女は宿主を失ったソウルを受け入れ、主人公の力に変えることができます。ロザリアも生まれ変わりの力で主人公のソウルを受け入れ、振り直すことができます。これも2の日守女たちにソウルの器を渡すとやってくれましたね。そして不死のかがり火の化身たる日守女は自身も不死であるのでしょう。短命では務まりませんからね。ロザリアもまた体に魂さえ入っていれば放っておけば何度でも復活します。不死のようなものなのでしょう。日守女になるには蝕みうごめく暗闇を愛し受け入れなければなりません。そして深みの聖堂の奇跡は暗い虫を這わせるものであり、肉に潜り込むと言います。イリーナもまさにそんな虫に噛まれて辛そうでしたね。おそらく深みの虫と関係があるのでしょう。闇を受け入れる日守女に対し、彼女はもはや闇の権化のようなものです。つまり彼女はもう日守女の性質に極めて近いのです。というか、おそらく最初の日守女が彼女なのでしょう。暗月の日守女はグウィンドリンに命じられてそれになりました。アナスタシアも白教の聖女でしたし、基本的には日守女は神に与えられる使命と考えられます。彼女も暗月の神ですから、日守女の成り立ちに深く関わっている可能性があるわけです。そしてアナスタシアがひどい仕打ちを受けるのも彼女が源流だとすれば当然の流れでしょうか。そもそも棺の巡礼とは神に与えられた試練なのですから、それに必要不可欠なかがり人、その化身たる日守女が神に由来するのも当然のことでしょうか。そしてかがり火が魔女のいびつな炎であるのなら、その化身も彼女に由来するということです。だから彼女の名は禁じられ、忌み嫌われながらもその地位を確立していたのでしょう。以上が彼女が最初の日守女として考えられる理由です。
棺に不可欠な存在を火の時代にあだなす者が想像した矛盾。かがり火を守る火守めたちは闇を受け入れなければならないという矛盾。そして聖者の世界を維持するために呪われた不死が火を継がなければならないという矛盾。この世界は矛盾により成り立っています。その理由は明白で、封印が世界の断りを歪めたからです。世界の断りについて説明すると2、3時間かかるので一言で言いますが、生命進化の摂理を彼はぶっ壊したのです。最初の日守目の瞳は見るべきでないものを見せるという。火の未来のために闇を受け入れ、魂をつなぎ、かがり火を守ってきた日守目たちに、その先にある永遠と続く闇を見せるという。But firekeepers are not meant to have eyes. It is forbidden. These will reveal through a sliver of light frightful images of betrayal. A world without fire. Ashen One, is this truly thy wish? これもまた二面性の女神の悪意なのでしょうか。ルドレスはその瞳が見せる光景を裏切りだと言います。しかし本当にひどかったのは誰だったのでしょうか。人に己の火を継ぐように仕向け、甘く優しい嘘で人を縛り続けたのは封印なのですから。彼女が日守目となった理由はこの未来を変えたかったからだろうか。それともただこの悲劇をずっと鑑賞していたかったのだろうか。以上で鏡合わせの考察は大体話を得た気がします。あと不明だったのはロートレクの本当の目的でしょうか。1と3の物語が本当に鏡合わせになっているのなら、3主人公がロザリアにそうしたように彼はフィナにふさわしい魂を求めていたとも考えられます。彼もまた王女の魂を狙っていたということです。彼の亡骸があるのはオーンスタインとスモーの試練の先ですから、彼は自分の世界でその試練に打ち勝ち王女の前とたどり着いたのでしょう。しかし肝心の王女は幻であり、彼は目的を失い暗月の刃に打たれ力尽きた。真相は不明ですが、そんな感じでしょうか。あとはですね、ロスリック王妃の話もしましょうか。この物語の番外編とも言える内容です。王妃もまたかの女神の娘であり物語の登場人物でしたが、途中で退場してしまいました。彼女はオセロットを生み姿を消したとされていますが、その後はどこへ行ったのでしょうか。私はアリアンデル絵画世界へ向かったのだと思います。理由は絵画の中にロスリック城にあるものと同じ王妃の像があるからですね。しかしその像は全てが砕かれています。砕いた人物はおそらく彼なのでしょう。なぜそうなるのかを順を追って話します。絵画世界とは血によって描かれ、血によって修復されるので、やがて腐っていきます。それは絵画に住む人々にも影響を及ぼし、彼らの体もまた腐りゆく途中にあるようです。おそらく住人たちの多くは終わりゆく世界に定冠していたことでしょう。王妃が訪れるまでは、ロスリックを去った王妃はおそらく娘と共に絵画世界を訪れました。竜の巫女であると言われる絵描きの彼女こそがオセロットではないかという話です。そして王妃は絵画世界を焼くことを提案しました。太陽の光の王女を歌われた彼女は
日の川にあるものだからです。かつてのグイネビアは全てに愛されたといいます。王妃もまたロスリックの人々の希望となったように、絵画にも希望の火をもたらしたのでしょう。この世界を蝕む腐れを焼き払うことで、新たな絵画の礎となることを住人たちも受け入れたのです。その実行役である娘と奴隷騎士を残し、王妃は絵画世界を去っていきました。Those who aren't kin to fire cannot paint a world. Those absorbed by fire must not paint a world. Don't worry, I haven't forgotten, Mother. しかしその後、新たに絵画を訪れたフリーデによって住人たちは2つに対立し、腐れを強いられることになります。腐りゆくことを選ぶというのは一見理解しがたいですが、火に追われ絵画に逃げ込んだ者たちにとっては、彼女の選択は優しかったのかもしれません。おそらくロンドールと絵画世界はどこかでたもとを分かちました。それはカースの意志を継ぐロンドールと修道女に傾倒した邪教という構図です。しかしフリーデは誇りを捨て去り、彼女の甘い香りを身にまとったのでしょう。フリーデに付き従い続ける元騎士は絵描きのお嬢をカラス村の書庫へと連れ去り、天井裏に幽閉しました。その際に火の象徴たる王妃の像を全て砕いてみせたのでしょう。一度は火に焼かれることを受け入れた住人たちの覚悟を奪い、修道女の姿で定冠をささやく彼女は何を思っていたでしょうか。そして絵画の中にもう一人の灰が舞い込むことで、ようやく物語は動き出します。絵描きのお嬢に付き従うゲールは聖堂で祈りながらそのものが来るのを待っていました。絵画にはそういう言い伝えがあったからです。すべては予言に導かれての行動だったのでしょう。主人公の眠る棺の前で祈るカラス人も伝承をもとに行動していたでしょうか。王妃もまた何らかの予言を得ていたでしょうか。そしてフリーデもその予感に胸を焦がせていたでしょうか。As ashes will be, ever seeking fire. フリーデを失うことを恐れ、恐怖は叫び、火があふれ、そして彼女のくすぶるソウルにも火がついたのでしょう。2つの灰の戦いの末、絵画世界には新たな火が灯りました。When the world rots, we set it afire for the sake of the next world. It's the one thing we do right, unlike those fools on the outside. And Uncle Gale will soon bring the pigment. 火を知ったことにより、お嬢は世界を描くことができるようになり、奴隷騎士はそれを描くための顔料を求め、和の都へと至るのです。和の都の巨人の宝冠が秘めた祝福を持っているので、最後は王妃もここに至ったのでしょうか。あるいは宝冠と王妃は古くからの知り合いであり、彼女は太陽の光の王女そのものだったのか。そのどちらかなのでしょう。絵画に伝承を残したのは王妃だったのか、それともやはり修道女でしょうか。まあ彼女なら予言を残すことは可能だったのでしょう。
外の世界だけでなく絵画の中も引っかき回した挙句、結局火が灯るのですから、やっぱりよくわからない女性ですね。And in return, do her one small kindness. Remember those who stayed by her to the end, in the shadows cast by fire. And lastly, my lord, take up thy rightful mantle of usurper. カースのロンドールと修道女の邪教、共に亡者たちを率いた2つの組織ですが、両者には明確な違いがありました。カースは人こそが新たな王となることを望んでいたからです。それはつまり神の時代を終わらせるということ。女神の甘い香りを断ち切り、偉大な光の王を殺し、その火を奪うこと。そして月も太陽も人のものとなる。それは人が人の時代を歩むということです。それがどんなに醜く残酷で非情であろうとも、神の火を簒奪した人の王は新たな時代を切り開いていくのでしょう。以上で私の考察は終了です。お付き合いいただきありがとうございました。